愛を捧げることで自分の潜在意識もどんどんね清まって本当の自分に近づいていく。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマはこんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日のテーマは信じることについてお話をさせていただきます。信じるというテーマ、言葉で言うと信頼とか信仰みたいな言葉もあると思うんですが、ヨグマたちは人を信じる、何かを信じるっていうことについてどう捉えていらっしゃるか、ちょっとお話しいただきたいなと。よくね、自分を信頼しなさい、信じなさいっていうことをねお伝えしてるんですけれども、自分に自信がなかったりね、なんか心の方にとらわれていて、誰かこうに言われたからとかね、人にどう思われるかとか、心に翻弄されている人が多いような気がするんですね。でもその自分のその価値観っていうのがね、いろいろ信念っていうか、いろいろこう信じていることがあると思うんですけれども、絶対こう変化しないほどの強い思い込み、それが否定的であったらね、いや自分はダメなんだとかね、小さい時からそうに言われて、自分をそういうふうにねこう決めつけてしまってる否定的な思い込みみたいな、それをもう信じきってね念じてるみたいな、そういうものは手放していかなければならないんですね。もっとその奥に魂という存在があって、それを信じていただきたいっていう意味なんですね。だからその魂が見えないのでわからないので、自分の心を信じるみたいに取ってしまう人も、例えばいいことであってもね、その自分の価値観っていうものね、それを信じて、それをまた人に押し付けたりするとおせっかいになるのかなって。だから魂のそういう願いっていうのはまた人に押し付けるものでもないと思うので、それを信じるっていうことを言っているんですね。信仰とか言うとやはりそれはもっと宗教的なものになったりね、もっと高次元の存在を信じるっていうことになっていくと思うんですけど、2つのその信じるっていう、その高次元の存在を信じるっていうものと、その自分を信じる、その自分でもその自分の価値観を信じてしまう。すごくこの自分の価値観を信じてしまうと、やはりそういういろいろな主義とかね、やっぱりいろいろ思想的なものでまた争いが起きたりね、宗教でも争いが起きたり、私の神様ね、あなたの神様っていうことで、その違いで争いが起きたりしてしまうわけですよね。だから何を信じるかっていうのはすごくね難しい問題があると思うんですけど、まず本当の自分を信じていただきたい。でヒマラヤ秘教の教えっていうのはね、自然のやはり本当の教えっていうかね、宇宙から生まれた教えでありね、そういう見えない存在っていうのをね信じるっていうところ、見えない存在はわからないので、わからないものを信じるっていうことはね、それでいいのかって、確かなものを信じたいっていうのがあるんですね。だから確かなものを信じるっていうので、信頼っていうのはそれが本当のことであるっていうふうなね、それを証明できるようなことは信頼するみたいな。で友達とかの人間関係において信頼するとかね、その人がいてくれたことでね、いろいろ良いことが起きたとか助かったとかね、自分の人生が上向いたとか、そういう確かなもので、それを信頼するっていうふうに使うと思うんですね。信仰って仰ぎ見るっていうかね、
まだこう本当に神秘の力とかまだそれを証明できていないけれども、それがあると、神がいると信仰するっていうね、そこでまたその揺るぎない信仰によって祝福をいただくっていうことがあるんですけれども、ヒマラヤの恩恵は実際に究極のサマディをしたマスター、それ見えない存在、そうしたところにね、実際に心を清め尽くして体を清め尽くして、そしてその執着を手放した後に現れる本質のクオリティ、その愛のエネルギーとか英知のエネルギーとかね、存在のエネルギーと、そういうものと一体になった究極のサマディ、実際に真理を証明したその聖者のエネルギーの祝福をいただいて、そして修行をするので、信頼プラスさらに信仰っていうものがね、加わっていくのかなって、揺るぎない信頼とともにそのさらにそういうこう信じてやまないっていうね、そういうとこから大きな祝福をいただいて変容して、皆さんはさらにね幸運になっていくことができるのかなって思いますね。インドにおいてはね、バクティっていうのがあるね。バクティ、ヨガとかも言うんですけど、バクティの道っていうのは信仰の道、自分がねすごく愛を捧げてね、それをオファリングっていうんですけれども、愛をその神に捧げ、あるいはその先生に愛を捧げて祝福をいただくってね、神様の場合でしたらこうすごくね供物を捧げたりね、プージャーといってこう祈りを捧げるんですね。それで愛を持って祈ることで自分をこうめでていることでもあるし、また神様に対して尊敬して愛を捧げていると、その自分の潜在意識も変わってきてですね、皆さんがこう本当に愛を捧げることで自分の潜在意識もどんどんね清まって、そして本当の自分に近づいていく。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。献身とかいう言葉もあるんですけれども、そういう愛を育んでいく道っていうのもあるんですね。ヒマラヤの聖者がお話をすることで、あなたの中でじゃあ信頼と信仰の違いとか少しこう曇りが取れてですね、でまだ体験がないんですけれども、そうなんだそうなんだってこういろいろ疑問が取れてくると、曇りが取れてね、そうすると心の迷いがね少しこう晴れてくるとね、本当の自分に近づいていく。でも体験をしていくっていうのがヒマラヤの恩恵ですから、皆さんしっかりねその曇りを取るにはもちろんそういう知識とともに実際に体験をしていく。本当に曇りを取るのにね、その高次元の波動によって溶かしてね、源の存在と一体になっていく。究極のサマディ、悟りを目指して、そして良いカルマを積んでね、また瞑想行をしてですね、で心の中をこう整理整頓してですね、曇りを取り除いて、疑いを取り除いて平和にしていくっていうね、そういうことをこう継続してやっていくことでね、本当の自分に近づいていくことができるんですね。で自分が何か願ってもね、自分の中に疑いがあったりね、いろいろ欲望があったりしたら、その願いがかき消されてしまう。だからヒマラヤ聖者の願いね、飢餓を出して健康になりますようにとかね、なんか病気併誘の祈願を出されるとかね、そういうのがその本当に清め
美しさ存在がね、存在の意志の力サンカルパってそういう願いによって実現していく、引き寄せの術とかね、最近そういうような言葉でね、そういう潜在意識の願いはねどうやって実現していくかって、そういうスピリチュアルなね、そういう学びがね、ありまして、だからそういう潜在意識が清まったところでね、そして意志の力をしっかり持って信じてね、そして物事を遂行する力っていう成就する力っていうのをさらにダイレクトにね、その存在からのパワーと英知と愛によって成就していく。だからヒマラヤの聖者が橋になってね、あなたの願いをね成就していくことがまだまだ清まっている段階であってもね、そうやって願いが成就されるんですね。だからそういうつながって信じることでね、そのエネルギーを引き出していく。信じることは、精神統一業みたいなヒマラヤ聖者のそういったね存在を信じたり、高次元の存在を信じることで、それが橋になってね、その後の願いが届けられて、そして源からのパワーとかね、H の働きがあって、力をいただいて、知恵をいただいて、愛をいただいて、物事が成し遂げられる、早く結果が出るっていうことなんだ。だから信じるっていうこと、それはすごく大事なことで、また高次元の存在を信仰するっていうね。でヒマラヤ聖者の助けによってね、その高次元の存在、あなたがそこにね到達していく。本当の自分は一体誰であるのかっていうね、汚れのないね、意識の高いね存在、純粋意識になっていく。だから自分はまだ心に翻弄されていたり、体のね曇りに翻弄されて、それからと心を清めてね、瞑想をしたり、いろいろな修行をして清めて信頼をするっていうことも素晴らしい修行なんですね。信頼をしないといいエネルギーをいただくことができないわけ。そういう意味で信頼っていうね、信じるっていうことがね、大切なのかなって思いますね。信じることの対になるのが裏切られることっていう、その裏切りへの不安だったり恐怖みたいなものっていうのにはどう向き合っていくべきなんですかね。その方の魂を信じるっていうことでね、その人はまだ心の欲望に翻弄されていることもあるでしょうし、自己防衛というか自分を守りたいとか、自分だけ幸せにとかね、まだなんか癒されないものが奥深くにあってね、その方も疑いがあったり、まだ人を信じてないとか、自分、信じてもなんか裏切られてしまうってね、相手に期待をするとか、自分の中にも欲望の心があったりね、もっと無償の愛とかね、相手を癒すエネルギーとか、そういういろいろなエネルギーがあるので、トータルにね、その方が癒されたりして、本当に魂のレベルからその人も仕事し、こちらの人も魂のレベルからの魂と魂のつながりになっていくようにね、常にそういう願いのもとにやっていく。それはなんかもしそういう疑いがあったらね、まだまだ自分がそういう魂の願いでないんだなっていうところで、自分も修行していく、曇りを取っていく、そうやって本当に信じる、状態になったら、そういう波動の人を引き寄せるんじゃないかなって思いますね。ヨグマタジ自身は今まで裏切られたみたいな経験ってあったりします？裏切られたっていうふうには思わなくて、学びをいただいたんだなって、何か不足があったかなとか思いますよね。行き違いがあったのかなとか、もうちょっとこうしとけばよかったみたいなものもあるかもしれないんですけども、それも学びに
なっているのかなって思いますね。自分の価値観と違うとね、なんでだろうとかね、疑っちゃうんですね。全てに意味があってね、尊い教えがあるっていうことでね、その自分の価値観にとらわれないようにね、そうやって私たちの中にダイヤモンドがあるってね、私たちの中に光がある。でそういうところに到達していくって、それで信じるっていうことですね。私たちは信じてもらうためにどう行動していけばいいのか、ちょっと一言アドバイスみたいなのをいただけるとありがたいです。やはりね、山に山という教えがあってね、嘘をつかないっていうのがあるんですね。なかなかその嘘も方便とかもあって、だからそのあまり嘘ばっかついてると信頼されない人間になりますよね。だから誠実っていうのはね、相手のためを思って、そして相手にねこう優しくしたりね、相手への思いやりとか、そういうものが大事なのかなって、相手の幸せも同時に考えて、そういう生き方をしていくと、そうすると信頼される人になっていく。誰かにこう思われたいからやるっていうことじゃなくて、無欲で無償の愛でやっていく。この人にこう思われたいからやるってことじゃないわけですけどね。自然にそういう信頼できるんだなっていう。でその人も信頼した方が気持ちがいいしね、お互いに尊敬し合って、そういう学びをしていくといいのかなって思いますね。